金剛八重垣流についてもっと知りたいですか？であるからこそ、レースにおいても烈火を御する方法の手がかりは金剛八重垣流の中にあるのではとお考えなのですね。合点がいきました。それでは師範代、ただいま参りました。本日は何卒よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました、トレーナーさん。何でも金剛八重垣流の教えに興味がおありとか、百聞は一見にしかず。どうぞ今日は存分に体験していってくださいね。そう、いいですね。あとは拳に合わせてつんのめらないように。頭を上げるというより上からつられているような気持ちで。八重の腰をもっと落とせ。振りは鋭く。もう一度。はい、お願いいたします。少々お話よろしいか。孫を気にかけてくださり感謝しております。大方レースにおいても己が内なる烈火に惑わされ止水を求めているのだろうと思っておりますが、いかがでしょう。ああ、やはり動きが硬い、踏み込みが浅い。今の八重のからは恐れを感じます。烈火に悩まされ続けてきたからか、あの子は止水にこだわりすぎる嫌いがある。しかしね、トレーナーさん、下水合一、すなわち五なる金剛八重垣流は守護に重きを置く流派。この言葉は守護をなす上で必要な心得を表したもの。烈火のごとき武々しい闘志のみではいい体はたやすく崩れ、守らんとする意志も空回るのみ。また止水のごとき静穏な理性のみでは困難を前に二の足を踏み守りに遅れを生じさせる。下水合一とは烈火と止水が合わさり、来るべき時に正しい方法で迷いなく碁を振るうための境地。我が流派では心身の力を型に流し演じることで下水合一を成立させんとしているのです。お分かりでしょうか。烈火を御すとは止水により抑え込み打ち消すということではありません。武道であろうとレースであろうとそれは同じ。目指すべきは合一。あとはいかにしてそれをなすか。レースにおける下水合一のなし方ですか。ふむ、祖父もお話ししたところではありますが、金剛八重垣流においてそれは型によってなされます。だとするとレースにおける型とは、そうか、相手を打ち負かさんとする烈火、冷静に状況を見極めんとする止水、これらの合一をなす型こそ場面や状況に合った多種多様なる戦術。
すなわちレースにおける下水合一は戦術を学ぶことによって成り立つのですね。我光明を得たり、さすれば次にすべきはその道の師に教えを受けること。トレーナーの名を持つ人々はレースにおける戦術にも長けていると存じます。どうかもうしばしの間この未熟者にお付き合いを。レースにおける型、すなわち戦術の数々、何卒ご指導願います。ありがとうございます。精神あふれるお答え、心強く存じます。